皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。気がつけばいつしか春になり、桜も終わりに近づいてきましたね。昨年の冬至からさらに地球の周波数が上昇しているせいか、時間が本当に一瞬ですっ飛んでしまうので、今はいつなのか、ここはどこなのか、私の中の時間軸はすでに消滅をして、全く別の世界にいるように感じるこの頃です。そして世の中も気がつけば、昨年よりもさらに違う世界になってきました。今の世の中に起こっている出来事は、アセンションに伴う変化によるものだと受け入れていますが、それにしても見るに厳しい状況が続いています。今日は今現在の世の中について受け取ったメッセージの中で、一つ大きな学びがありましたので、そのことについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継、スタート。現在の地球の状況を見ると、地球はワンネスに向かうどころか、さらに分離に向かっているようにも見えるこの頃ですが、その理由について尋ねたところ、このようなメッセージが返ってきました。分離から統合が生まれる。最初、私はその意味がよくわかりませんでしたが、それに伴うビジョンを受け取ったとき理解しました。それは一つのエネルギーが二つに分かれて、その合間の接点から新しいエネルギーが現れてくるビジョンです。新しいエネルギーは次第に大きくなって、やがて分離した二つのエネルギーを融合しながら一つとなって調和していきます。この新しい第三のエネルギーは二者の間から生まれた統合の作用を持つものですが、これは中途半端な分離からでは作用することはできないそうです。なぜなら分離によって現れる最も深い部分の定点から動き出すからです。定点は二つのエネルギーがつながっている接点で、元は一つの核となる原点。この定点が表に現れるためには、中にあるものを取り出すとき、私たちがそれを割ったりするように、外側を覆っているものを一度破壊しなければなりません。統合とはこのように破壊と再生のプロセスによる原点回帰から起こるということです。では、どのような時に分離から統合が起こるのでしょうか。それは一つのエネルギー体がそれを維持できないほどの不調和が生じた時や、次なる進化を迎える時、私たちを含む地球上の生命、そして地球そのものも様々な形でこのプロセスを繰り返しています。これは地震などの災害にも当てはまります。例えば火山の噴火は、分離した定点から吹き出した第三のエネルギーが、今までの大地を飲み込みながら、新しい大地を形成していきます。では、激しい分離が起こったら、完全に切り離れて、別々のものになってしまうのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、そのことについては、このように受け取りました。もともと別々のものがくっついて一つとなっている場合、それは起こり得ますが、本来一つのものが分離した場合、切り離れることはないということです。なぜなら根っこは一つであるから。これはすべての物事に当てはまらないかもしれませんが、少なくとも現在の世の中に起きていることは、どのように見えたとしても
ワンネスに向かうための統合過程であるということです。話は少しそれますが、私は YouTube を始める前に長くツインレイの記事を書いてきました。私の記事は様々なサイトや YouTube などでご紹介されていますので、目にされた方もいらっしゃるのではないかと思いますが、ツインレイとは元は一つの完全なる魂の片割れで、その物語は激しい分離を伴いながら統合していく過程を経験します。先ほどお話しした分離から統合が生まれるメカニズムを知ったとき、私はこれはツインレイにも当てはまると思いました。核となる定点が表に現れなければ、真実の統合を起こすことができないということは、激しい分離を経験しなければ、ツインレイの統合のプロセスも始まらないということ。本来一つの魂であるツインレイのサイレントは、一見分離をしているかのように見えても、定点でつながっているため、本当の意味では分離ではないと言えます。そして定点が表に現れることで、二人がそのつながりの真実を知ることもできると思います。今回受け取ったメッセージによって、なぜツインレイの統合に分離が必要であるのかをより理解することができました。現在の世の中の状況を見ていると、感情的に様々な思いが湧いてくると思いますが、地球がワンネスに向かうために通過している地点であることを受け入れて、一人でも多くの人々が分離の先にある統合に目を向けることができるなら、地球の進化のプロセスをより早く進めることができると思います。以上です。現在、世界のあちこちで戦争や地震などの大きな分離作用が起こっていますが、皆さんがその先にある光を見ることにつながれば、とても嬉しく思います。それでは、シリウス中継を終わります。